こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。まず、市場に影響ありそうなところでは、米国の新たな会計ルールがついに施行となっています。これもだいぶ前から注目されてまして、このチャンネルでも何度も取り上げましたけども、これまでは米国の企業が仮想通貨を保有する場合は、取得した金額で負債計上しなければならなかったんですけども、今後は時価で資産計上することができると。なので今まではその企業が仮想通貨を保有するとイコール企業価値が下がる、マイナスイメージになってしまってたんですけども、今後はプラスになるんで、一部ではですね、今後企業側の買いがまた加速するんじゃないかと見られています。今後企業の買い増し報告が増えるのか注目ですね。あとは FTX の債権者分配が来年1月3日から開始予定となっています。クラーケンとビットコーを通じて分配予定となってますね。FTX はドルでの返還とのことなんで、これも一部ではそのドルが仮想通貨に再投資されるんじゃないかという見解も出てます。1月3日以降ですね、市場がどういう反応するのか注目ですね。あとオンチェーンの方ではマイニングのハッシュレートが過去最高更新となってます。こちらも価格に比例して動いてるんで毎回注目されてます。あと ETF 関連では先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、全体でプラス 32.3 億ドルの純流入となってます。アセットごとではビットコインが20億ドルに対してイーサが10億ドルと、あとは XRP が 1.4 億ドルとなってます。イーサの流入が大きくなっているのが目立ちますね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス 2.1 億ドルの純流入となってます。そして先ほどブラックロックに4億ドルほどの流入があるという情報が流れたんで、全体ではプラス6億ドルほどになりそうです。これで13日連続の流入ですね。またイーサも現時点ではプラスとなっています。こちらも16日連続の純流入となりそうです。香港はまだ更新なしとなってますね。ビットコインの価格は現在10万6400ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では中国の小売、各国の PMI、米ニューヨーク連銀製造業景気指数などがありました。で、需要度の高い米 PMI はですね、予想以上の結果となってまして、でこれに加えて中国方面では先日の金融緩和、あとはトランプの関税懸念で、さらに今回の小売りが予想以下の結果となっていることからですね、米ドルがまた強くなっている印象があります。で市場は米ドル高傾向継続で、ドル円は 154.4 円突破と、米株各指数も続伸となってまして、ナスダック100が ATH 更新、ビットコインも10万7700ドル突破となってまして、ATH 更新となってます。個別株の方ではマイクロストラテジーがさらに 15,350BTC 買い増しを報告、ライオットプラットフォームズが 667BTC 買い増し報告となっています。マイクロストラテジーは先日のナスダック100入りファンダからですね、調整となってますけども、ライオットプラットフォームズはプラス 8.01% と比較的強くなってます。あと他ではウォレットメーカーのエクソダスの内製上場が承認されたのが話題になってます。エクソダスは今年5月に上場予定だったんですけども SEC によって審査延期となってました。ただ今回上場承認となってます。これもトランプ政権誕生からの SEC 内部の変化によるものと見られてますね。こちらも上場後どのような値動きになるのか注目ですね。ビットコインの先物の方ではオーアヤ全体でマイナス 0.35%、額としては674億ドル相当、先週末から ATH 更新となってます。比率としては全体ではロングが 54.4%、バイナスミはショートが 59.5% と上売りになっています。今後の指標としては、12月17日に AILO 失業率、雇用統計、ドイツ、ユーロの景況感指数12月、米小売11月、12月18日に ACPI、PPI、タイの中銀政策金利、米経常収支第3四半期、米住宅着工件数11月、12月19日に FOMC、日英各国の政策金利、米実質 GDP 第3四半期確保値、米フィラデルフィア連銀景況指数12月、米新規失業保険申請件数などが控えております。他各所の見解ではですね、FRB 利下げ期待が未だ健在であるとか、あとは例年の12月、クリスマスシーズンの強気に期待とか、あとは SEC が新年にですね、仮想通貨規制を制定するんじゃないかという、ING バンク、QCP キャピタルらの見解が注目されています。そしてオンラインチャー企画ですね。先週末の私の予想では、調整があるにしても FOMC 前だろうと、マイクロストラテジーのナスダック100入りなどですね、ポジティブなファンドも出たばっかりなんで、
来週入るまではまだ上がるんじゃないかということで、12月17日 AM6 時時点のビットコインは先週末の10万2102ドルよりも上という予想でした。結果としては各国の PMI、中国の小売発表などありましたけども、米ドル高傾向継続で、米株指数も続伸、そしてビットコインも同じく上昇となってまして、判定時刻の12月17日 AM6 時点のビットコインは10万5808ドルということで、先週末の10万2102ドルよりも上なんであたりです。2連勝ですね。では明日の予想ですね。上ですかね。本日、需要指標の米小売ありますけども、ビットコインが単体で下がる要因が少なすぎるんで、米株上がっても上、下がっても上がる可能性あるってのを考えると、上が優勢なんじゃないかなと思いました。なので、12月18日、AM6 時時点のビットコインは現在の10万6383ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては22時半に米小売が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3990ドル、BTC 建ては 0.037、先物の方では OI は全体でプラス 0.6%、額としては285億ドル相当、比率として全体ではロングが 50.3%、バイナスミはロングが 75.5% と上売りになっています。ドル建てでは4000ドルの攻防、BTC 建てでは 0.037 の底を守りつつですね、前回高値を超えてトレテンに期待できるような形状になってますけども、他アルトと比べると、強いとは言えないですね。ETF も未だ流入継続とはなってますけども、先週末から若干勢いが衰えてきた印象あります。こちらも本日22時半以降の動き、そして年末まで4000ドルの攻防を抜けきれるのか注目ですね。あとその他の動向では NFT プロジェクトのサイバーコングスが SEC からウェルズ通知を受け取ったことを公表しています。内容としては証券として登録せずにトークンの取引を提供すること、または持つことは違法であることが示されたとされています。サイバーコングス側はですね、NFT 業界のために戦うと声明を出してますね。現状フロアは下がってないみたいですけども、こちらの進捗にも注目ですね。あとアンカレッジデジタルがビットライセンス取得、ニューヨークで仮想通貨の取引が提供できるようになったことなどが話題になってますね。これ個人顧客向けではなくてクライアント向けのサービス提供みたいなニュアンスで書かれてますね。あとアルト関連ではリップルのステーブル RLUSD のリリースが本日12月17日から開始となってます。これも年末まで間に合うのかと言われてましたけども、本日開始となってますね。一部では米国の企業から採用されるんじゃないかという期待が出てますけども、どうなるんでしょうかね。あとステーブル関連ではイーテナからブラックロックのビドルのステーブル USDTB がリリースされたのも注目されてます。XRP はこの RLUSD が注目されてましたけども、リリース後ですね、また上へ迎えるのか注目ですね。あと他ではアバランチ史上最大のアップグレード、アバランチ9000のアップグレードが完了となってます。コスト削減などですね、独自 L1 の立ち上げが今まで以上に容易になったということで注目されてます。アバランチはここ最近比較的強く伸びてた印象ありましたけども、この後も続伸できるのか注目ですね。あとはハイパーリキッドの続伸が話題になってます。OI も43億ドル超え、USDC の純流入額も10億ドル突破と、そしてミームも盛り上がってるみたいですね。完全に流行りのチェーンに他から移動しているように見えます。ハイプも現在28.8 ドル、時価総額も26位と、エアドロから天馬が達成となってますね。一部ではジョイアルトの仲間入りするとも見られてますけども、こちらの進捗にも注目ですね。あとその他リリース関連では、バナがメインネットトークンリリースを発表しています。バイナンスのローンチプール採用も注目されています。エアドロミンの儲かった報告はよく流れてきますけども、上場後、現在は調整中となってますね。こちらもその後の展開に注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。